はい、お疲れ様でした。はい、どうも。車がようやく一本に絞れたというか、ちょっと絞れた感じ。そうね、ただまだこいつが残ってるんで。ね、91と89を比較して、89の方を選んだね、結局ね。そうそうそう。今回のレースは、フロントタイヤがコントロールタイヤということで、91にベストなタイヤを選べなかったんで、今回のレースは89にしようということで、これを選びました。そして、FT ね。FT。これはまだ走らせてないんで、この89とこれとの比較だけど、あまりにも物が違いすぎるんで、まあはっきりして比較にならないんでね。だからこれはまあ一応まあ今のところいい状態なんで、で今度この FT を一応ノーマルから始めてちょっとセッティングをして、でそれで実際にこれと比較すると。でそれにそのダンパーが結構重要なんで、ただこのダンパー付け替えられればいいんだけど、ちょっと長さが微妙に違うんで、現場で長さを変えたりできないんでね、とりあえずこの FT 用に 10mm、12、13と、それに長さを合わせてとりあえずセットする。もう一回テストするわけね。同じことね、この間やって、で10ミリもまんざら捨てたもんじゃない。割とよかった。だから結論は出てないけれど、だからみんなそれぞれやっぱり特徴が違うんで、一概に13が決まりっていうわけにいかないんでね、その辺もちょっともう少し突っ込んでみたいと、そういうところで今回のテストやってみたいと。どっちがいいかな。わからんね。全くわからんね。これわからんね。89も結構決まってるからね。89は結構決まってるし、このバスタブ。バスタブシャーシ。私はこれは好きなんで、昔からね。ただ、これの欠点というか弱点はアームが短いと。だからこれでアームが長かったら言うことないんだけど、残念ながら1センチ5ミリぐらい違うんでね。そんな違う。この違いはすごい大きいんでね。それがシャーシーでカバーできるのか。結局このステルスの利点はこのロングアームやったからね。だからオーストラリアの路面にすごくあった。だから当然当時このバスタブ使った人もいるけれど、やっぱり全然違ったんでね。ちょうどその89年の再来みたいで。やってきました。緑サーキットです。今日はいつもと違う表情をしています。このサーキット。路面がドライで、そして凸凹があって、本番のサーキットに近いですね。いいテストができそうです。さあやってまいりました。また来ました。緑サーキット、何回目でしょうかね。何回指に数えて今日はね、このやっと FT が走ります。出ました。ついに出ました FT ね。これもね、ゴールドシャーシーで、これはもうシェイクダウンなんで、 FT のシェイクダウン、そしてこの89か。89ね。これとこれが一応ここでも煮詰まってるんで、これと比較してどうかと。これはかなり違うんで、その単純比較できないんで、これが今まででセットできた状態で、これはもうほとんど素組みで、ほとんどもうノーマルの状態で組んだんでね。それであとはこちらでできるのはもうダンパーぐらいなんでね。でこの間前回にダンパーテストして10、12、13、これ比較して、まだ結論は出てないんですけど、結構10も捨てたもんじゃないっていうことで、これ用に同じタイプで10を用意したんでね。それとバッテリー値ね。バッテリー搭載値、これか。これもどこでも詰めるし、斜めもできるよね。もちろんこういう詰め方もできるしね。じゃあ早速行きましょう。どれから行きますか。まずこれをちょっと走って確認で意味で走る。この緑サーキットのこの路面なんですけど、オーナーの柳井さんがラスベガスに合わせて
メンテナンスをわざとしてくれていないという。だから毎回来るたびボコボコになってくる。これはすごくありがたいですこういう細かい配慮助かります。何も変えてないよ。路面が大変に合ってんのかなんかいい感じにやな。路面もいい感じに荒れてるし。な。路面がいい。うん、荒れ具合が。これいいテストできるわ今日は。なんかでもいい感じで走ってるね。じゃあ次 FT 行きましょう。バッテリーがのうちがいいのかもしれんな。バッテリーの搭載値一番前やもんな。すごいね。これで普通に走るんやもんね。でもこれ一応指定通りのどうや車高どうもこんなもんか。わからん。ギアの安定感いいね。ステルスも負けてない。やっぱり大きなギャップには弱いから。そうそれはな。そうそう。だからな、アルミのシャーシのいいとこと足の短い悪いとこがそうね。ちょうど出てんのよね。どっちでもいける感じ。詰めていったらどっちでもいい感じ。これでダンパーつけたら、あれが治るんちゃうかな。行ってみよう。ダンパー行ってみようか。ストレートのボーンってきて、大きなギャップのとこにバーンって跳ねるやん。あれが、足の短さとダンパーやと思う。でもフィーリングとしては悪い。バランスはいい。前後のバランスがすごくいい。まだ1回しか走ってないけど、どっちの車でもいけるね。詰めていけばどっちの車でも同じぐらいタイムが出ると思う。最終的にはタイムを測ろう。迷ったら、それで速い方にしよう。悪くないですね。いいと思う。今度な、前が跳ねてる。ストレートのギャップはようなったん違う？なってる。でフロント変えてみようよ。いいね、10ミリ。普通にいいね。いいな。これでフロントが跳ねるんで、フロント変える。フロント変えたら多分もっと良くなると思う。今んとこどうやろな、何部ぐらいかな。やっぱり四分6ぐらいでこっちへ来るのかな。四分 6FT？ どっちが6が FT？ 6がああ、なるほどね。
もっともっと路面荒れてきたらこっちやけど、特に初期の場合は路面がいい時だったらこっちの固まってきて、なるほど。じゃあ途中で車変えようか。そういうこともできんのか。やりたくないよそんなまあそんなことでまだまだ悩むと思います。もうすぐ開催です。チームアソシエイテッドヴィンテージチャンピオンシップラスベガスへ向けてまだまだテストは続きます。なんとも言えんこのアルミのバスタブシャーシ独特のしなった走りってあるよね。あるよね。これは好きなよね。この動きとでこのロングアームの動きがミックスされたら最強やろね。そうや思ってんね。これに使うのかなロングアームつくけどね、超ワイドになるそうかトラッククラスになるか、どっちかやっぱ妥協しなあかんな。そうやね。だから路面次第やけど最初は絶対こっちがいい。前半、はいはいはい。でも荒れたら別やね。もうすぐあれが練習中に荒れるからね、で730台が練習3回やったらもうボコボコになるよねそうやね。それを考えるとちょっと状況が変わる。後半勝負よね。フロントね。はい。なんかおかしい。なんか忘れてるやろ。何？おかしい。なんでやろ。何も動かへん。壊れたか。あ、わかった。はいはいはい。はい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 。ジョイントが外れてます。まあよくあることね。はい、白。いいと思いますけど。今日の段階では FT がいいけど、こっちバージョンアップしていけば多分互角これ化それストレートのギャップはこっちの方がいい。あ、大事なのを発見しちゃいました。いやなんかグリップが実はすごい悪いなと思ったんですよ。初めあれおかしいなと思ってよく見たらリアのダンパーの左右の角度が違うんですよね。これ絶対スケールとか間違えてますね。やり直しかな。外れたんですよこれ。ちょっと外れた。まああんまり詳しく言ったらここだ。ここが間違えてるね。こことここね。はい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 。ボンミス。じゃあ最初ね。言い訳すんのこれ。言い訳すんの。違うね。聞いて。最初こっちつけた時に言い訳してますよ。外側つけた。ほんで外側を内側につけ直した。っていうことは？でこっちをつける時に内側ってパッと見たら外側に。なるほど。じゃああれがキットの初期不良ですねこれはね。穴が2つも開いてたからね。で2つともねつけた跡があるのよ。いやなんかねまっすぐ走らんなと思ったの。いい感じで走ってたと思うんだけどな。まあ今日はもうなんかお疲れのようなんでこの辺で終了しましょうか。ちょっとこれだけ直しとくわね。じゃあ今日はお疲れ様でした。また次回よろしくお願いします。もう手の裏に風を切るマシン、指先に宿るは神のコントロール。誰よりも早くただ前を見つめて限界のレコードを今塗り替えてゆく。コンマ1秒のシビアな世界で戦い続ける熱き魂。